今日はコロッケとロールキャベツ。おお、今日は俺の好物のセットじゃないか。ありがとう。今日も仕事頑張ってね。私は毎朝5時に起きて、夫のお弁当を作っている。私も仕事をしているので正直辛い。ただ夫はいつも笑顔で私のお弁当を受け取ってくれ、いつも美味しいと言ってくれるので、その辛さは吹き飛ぶ。しかしある日のこと。はい、今日はニラ玉が入ってるわ。ああ、ありがとう。これも好きなんだよな。私はいつものように夫に朝5時から作ったお弁当を渡し、夫はそのお弁当を笑顔で受け取る。夫が家を出ると2階に上がり、窓から夫が駅に向かって歩いていく姿をぼんやり眺めていた。すると次の瞬間には笑っていられない状況となる。ちょっと。夫は近所の犬に私が作ったお弁当をやり始めた。どうしてこんなことをするのか。その理由を突き止めていくと、とんでもない事実が発覚した。私は明美、28歳でイベント会社に勤めている。大学を卒業してから仕事一本で頑張ってきた。というより、今まで恋人ができたことがないので、仕事以外に頑張ることがなかった。ただ仕事を頑張ってきたので、同年代よりは気持ちほど給料は高めだと思う。しかし本音を言えば、給料は並でいいので、恋人が欲しいと思っている。私の年齢はもう28歳だ。何かと考えてしまう年齢である。そんな私の悩みをいつも笑う人物がいる。また恋人欲しいとか思ってるの？女の幸せは結婚だけじゃないじゃん。私と一緒に独身生活を謳歌していこうよ。結婚することだけが幸せとは思ってないし、優子の結婚に対する価値観を否定するつもりもないけど、私は結婚に憧れてるの。小さい頃からお嫁さんになることが夢だったの。いつもの発作が出てるわよ。明美は理想が高すぎるんじゃないの？私だって理想はあれこれあるけど、別にその条件を全部満たす人がいるとは思ってないし、結婚できないとすぐそうやって理想が高いで片付けられるんだから、そんなのは悪しき風習よ。私は自分が結婚できないことに対しての愚痴を、こうやってたまに幼馴染の優香にぶつけている。幼馴染はすぐ斜め向かいの家に住んでいて、幼稚園の時からの付き合いだ。私は実家に住んでいるのだが、今両親は祖父母の家で暮らしているので、家には私一人で生活している。そのため幼馴染はよく家にやってくる。今日も家に来て、いつものように私の理不尽な愚痴をぶつけると、いつものように笑って聞き流してくれている。しかし今回はいつもと違って、聞き流すだけではなかった。そんなに結婚したいなら、来週の集まりに旦那探しに行く？旦那探しって言っても地元の集まりじゃん？見知った顔ばっかだし、結婚してる人も多いし、旦那探しにはならないわよ。優香がただみんなと飲みたいから、私も連れて行こうとしているだけでしょ。その通り。ねえ行こうよ。私行きたいの。幼馴染はソファーに座っている私に横から抱きつき、体を気持ち悪くうねうねさせている。幼馴染が私に何かお願いして、私が渋った時にはいつもこれをやってくる。放っておくといつまでも抱きついたままとなるので、お願いを聞くしかない。わかったわよ。行くから離れて。やったー！もし明美に結婚相手が見つからなかったら、私が結婚してあげるわ。はいはい。私は幼馴染の頭を押さえて体から引き離す。雑な扱いをされているのに、幼馴染は楽しそうに笑っている。その表情を見て、私も笑ってしまう。私は幼馴染のダダに折れて、地元の集まりに参加することとなった。
名目は旦那探しだが、見知った顔ばかりが集まるので、出会いには期待できない。そのため当日は気合を入れずに、会場となる居酒屋に向かった。みんな、遅れてごめん。居酒屋に入ると、幼なじみはすでに集まっている友人たちの輪の中に飛び込んでいった。私はその後ろをついていき、幼なじみの横に座る。それほどおしゃべりが得意ではないので、常に喋っている幼なじみの近くにいると楽なためだ。私が何も考えず当たり前のように幼なじみの右隣に座ると、私の右隣に座っていた男性から声をかけられた。ああ、明美じゃないか。たかしくん？私はいつも通り地元周辺に残っているメンバーだけが参加しているのかと思っていたので、一面に見慣れない顔が混じっていたことに気がつかなかった。思ってもいなかった人物がいたので、私はその男性の顔を見たまま、何度も瞬きをしてその存在を確認する。私の隣にいたのは間違いなく初恋相手だった同級生のたかしだ。小学5年生から中学を卒業するまで好きになった相手で、あまり積極的な性格ではなかった。私は告白することができず、高校が別々になったことで、その初恋は幕を閉じた。よくある初恋エピソードである。そんな初恋の相手と大人になってからばったり。ドラマではよくある展開でこんなことありっこないといつも馬鹿にして思っていたが、私は実際にその体験をしてしまった。私は今まで笑って見てきたドラマのシナリオライターさんたちに心の中で謝る。珍しいわね、いつもいないのに。割と近くには住んでたからいつも来ようとは思ってたんだ。でも彼女はちょっと束縛きつめな子でさ。やはりドラマのようにはいかないようだ。会話が始まって3秒で相手には恋人がいることが分かった。私は心の中で誤ったシナリオライターたちに逆に謝ってもらいたいと思う。まったく余計な期待をしてしまったものだ。そう思っていたのだが、すぐに私には希望の光が差した。そうなんだ。今日は大丈夫なの？実は恋人と同棲してるんだけど別れることになったからこっちに戻ってこようと思って。ああ、それで。私は再び心の中で感謝する。見事なまでに手のひらくるくるだ。これなら恋人のことを気にする必要なく話すことができると思ったのだが、こういういい時に邪魔されるのはお約束である。何たかし、あの子と別れるの？マジで？あんなに仲良かったのに。前に会ったのは1年くらい前か？そろそろ結婚する頃かもとか思ってたのに。まあ、いろいろあってね。急に会話に割り込まれ、私はムッとするも、男性同士の会話に割り込む方法を知らず、ただただ話が途切れることを待つ。私は初恋相手との再会に感情が振り回されている。そんな面白い状況を幼なじみは見逃さなかった。そっか、たかし帰ってくるんだ。独り身なら暇でしょ。明美と遊んでやってよ。仕事ばっかしてきたからお金持ってるよ。そんな言い方ある？照れるなって、初恋の人に相手してもらえな。久しぶりに地元に帰ってくるから相手してもらえると助かるよ。今日は地元のつながりを作り直しに来たんだ。それならみんな結婚してなかなか時間ないと思うから、その役なら私がやるわ。幼なじみがテーブルの下の誰も見えないところで、私の太ももを指でツンツンとついてくる。ナイスアシストに感謝しろという合図だろう。後日初恋相手から連絡があり、今まで28年も彼氏なしだったことが信じられないほど、トントン拍子に恋愛は進み、1ヶ月後には付き合うこととなる。このまま順調にいけば、30歳までに初恋相手と結婚という逆転ができると私は思っていた。彼氏も結婚は考えてくれているようなのだが、どうしても踏み切れない理由があるようだった。俺、工場を転々としてる派遣社員だから、明美より給料が全然少ないからさ、
結婚しても苦労をかける一方になると思う。でも生活はできてるんでしょ？俺一人ならな。別に生活できないほど収入がなかったり、借金にまみれてないならいいんじゃない？たかしは真面目に働いてんだから、そんなの気にしなくていいわよ。彼氏は私よりも収入が少ないことを気にしていた。しかし私は夫婦の収入を合わせて生活できていれば問題ないと思っている。そのことを伝えてしばらくすると、彼氏はプロポーズをしてくれた。付き合ってから半年のスピード婚だ。結婚するならもっと相手のことを見た方がいいと言われるかもしれない。私もそう思うが、自分の方が収入が低いからと正直に悩みを打ち明けてくれたことが決め手となった。男性にとってこれはなかなか言いにくいことだったと思う。それを言ってくれたことに、私は彼氏の結婚に対する真面目さを感じたのだ。初恋の男性と再会してから1年後、私は結婚した。ああ、ついに明美が結婚しちゃった。もう私だけのものじゃなくなったわけだ。いつから優香のものになったのよ。私は結婚したが、家ではいつもと変わらず幼馴染の姿がある。私が洗濯物を畳んでいる目の前で、幼馴染はソファーにドカーンと寝そべっている。私は実家に一人で住んでいたので、結婚後は夫が家にやってくることになった。そのため、今の実家は新婚ほやほやの愛の巣である。しかし夫は基本的に土日が休みで、私と幼馴染は平日が休みのため、私と休みがかぶって夫が家にいないときに、幼馴染は斜め向かいの家から今まで通り徒歩30秒で我が家にやってくる。そのため私が結婚しても、私と幼馴染の生活はそれほど大きな変化はなく、ただそこに夫が追加されたようなイメージである。そんな何も変わらない日常は、すでに崩壊に向かって進み始めていることに、私は気がついていなかった。結婚から半年後、当たり前のように家には幼馴染の姿があった。たかしって犬が苦手だよね。そうだけど、どうして？たかしはうちの角を曲がって駅に向かうでしょ？いつもそこで朝の犬の散歩ですれ違うのよ。その時にさ、家の壁にぴったり張り付いて固まるのよ。しかも角を曲がる前に気がついたら私が道から出てくるまで待ってるの。あの道結構長いのによ。犬が苦手なんだから笑ってあげないでよ。犬ってゴンちゃんでしょ？ゴンちゃんはラブラドールだから大きいし、あの道は細いんだから仕方ないんじゃない？回り道したら駅がすごく遠くなるし。幼馴染は私のことをおもちゃのように扱うことがあるのだが、私と結婚したことで夫も幼馴染にとっていいおもちゃのようだ。ゴンちゃんは吠えたり飛びついたりしないのにね。でもちょっと気を使って時間をずらすぐらいはしてくれてもいいんじゃない？だから最近は散歩の時間になったら、まずゴンを庭に放してあげて、たかしが家の前を通り過ぎる時間を待ってから散歩に行くようにしてるのよ。犬が苦手な人のことを笑ってはいけないと思う。しかしその話が最も身近な人のものだったので、私はつい幼馴染と一緒に笑ってしまった。翌日、今日はコロッケとロールキャベツ。今日は俺の好物のセットじゃないか。ありがとう。今日も仕事頑張ってね。私は犬のことで笑ってしまった罪悪感から、今日のお弁当は夫の好物にした。お弁当作りは私の毎日の仕事だ。工場で働く夫の朝は早く、6時には家を出る。そのため私は前日の夜に少し準備を済ませておき、毎朝5時に起きて、夫と自分のお弁当を作っている。私も仕事をしているので、毎朝5時起きは正直きつい。しかしこれは結婚した時に私が言い出したことなのである。やっぱり家のことは俺がメインでやるよ。どうして？二人で協力すればいいじゃない？俺の方が圧倒的に給料低いからそれくらいやらせてくれよ。
そんなの気にしなくていいって言ってるのに、俺は気にしてるんだよ。私はそんなことと思うのだが、夫の表情は真剣だった。人それぞれ考え方は違う。私には小さなことでも、夫にとっては重要なことなのだろう。わかった。私が休みの日は私が家事をするからね。それから私が全然ご飯を作らないのは嫌だわ。だから毎朝のお弁当は作らせて。俺の朝は早いから弁当作りは大変だぞ。わかってるけど、家事のほとんどを任せっきりってのも嫌なの。そんなの気にしなくてもいいのに、私は気にするの。結婚して夫に毎日晩ご飯を作るのは私の夢の一つでもあった。それを夫がするというので、私はお弁当を作らせてもらうことにしたのだ。私のお弁当を夫は笑顔で受け取り、きれいに残さずに食べ、毎日美味しかったと言ってくれる。恋愛経験すらほとんどない私が、結婚生活をちゃんとやっていけるのか不安だったが、結婚して半年ほどのここまでの生活は順調だ。これからもこの順調な夫婦生活が続くと思っていたのだが、私は突然ある不安を抱えることになる。ある日私が仕事から帰宅すると、あれ、鍵が開いてる。夫が鍵を閉め忘れたようだ。私は鍵を閉め忘れると危険だということを教えるために、そっと家に入り、夫を驚かせることにした。これがもし強盗だったら命が危ない。そのことを身で知ってもらうためにこれは重要なことである。決してただのいたずらではない。私は顔をにやつかせながら夫のいるリビングへと向かう。リビングに近づくと夫が誰かと電話している声が聞こえてきた。悪いな、さき。時間が合わなくて。金はまだ大丈夫か？振り込みはできないだろ。記録が残っちまう。夫の言葉を聞き、私は言いようのない不安に襲われた。数秒ほど悩んだ結果、私は夫に気づかれないようにバッグを往来して家を出る。そして帰宅のテイク2をした。ただいま。私はいつもよりちょっと勢い強めに玄関を開けて、夫にわざと聞こえるようにする。ああ、おかえり。リビングの方から夫の声が聞こえた。もし夫が私に隠れて何かいけないことをしているのであれば、調べなければいけない。そのためには、さっきの電話は聞いていないことにした方が都合がいいだろう。お腹減った。今日の晩ご飯は何？私は夫に少し引きつらせた笑顔を向けた。晩ご飯の後、私は夫が食器を洗っている間に、寝室に置いてある家の通帳を確認することにした。結婚してから家のことは夫に任せてあるので、お金の管理も夫がやっている。そのためこの半年、私は通帳を確認していない。不安な気持ちを抑えつけながら、私は通帳のある棚を開ける。しかしそこに通帳はなかった。夫はしまう場所を変えてしまったようだ。近くを探すが見つからない。おーい、風呂入らないのか？今入るところ。リビングの方から夫に呼びかけられた。ごそごそしているところを見つかると余計に通帳を隠されそうなので、私は調査を切り上げてお風呂に入ることにした。こないだゴンが倒れて痙攣してさ。大丈夫だったの？もう大丈夫なんだけど、ちょっと危なかったみたい。それで病院でさ、いろいろな症状があるけど、家で人の食べるものを与えていないかって言われたんだよね。そんなことをするわけないじゃんね。幼なじみはまた家に来ていた。犬の体調が悪いようで少し苛立っているようだ。そんな時に申し訳ないが、私は幼なじみに夫の電話を聞いてしまった件について相談させてもらった。電話で誰かにお金を渡すような話をしてて、通帳も見当たらないの。どう思う？
どう思うって、まずは通帳を確認すればいいじゃない？だから通帳が見当たらないのよ。ネットで見られるでしょ？ああ、そっか。私は不安で冷静な判断ができなくなっていたようだ。別に通帳がなくてもネットで残高や履歴などは確認できる。私は慌ててリビングに置いてあるパソコンを開く。どう？お金は大丈夫そう？幼なじみはパソコン画面を見ないようにソファーから動かずに私の背中に話しかける。毎月10万は引き出されてるみたい。それをサキって人に渡してる可能性があるってことね。私はパソコンデスクの椅子に座ったまま体をひねってソファーに座っている幼なじみの顔を見る。幼なじみも夫が不倫をしていて、その相手にお金を貢いでいるという考えのようだ。付き合いが長いので表情だけでそのことがわかる。しかし私も幼なじみもそのことは口にしない。これはあくまでも憶測であり証拠は何もない。事実としてあるのは生活費とは関係なく毎月10万円を夫が引き出しているということだけだ。探偵や刑事でもない私と幼なじみにできることはここまでである。これだけじゃ何もわからないわね。でも、たかしがいけないことをしている可能性がある以上は直接聞くことはできないし。そうよね。知らないふりして言い逃れして尻尾を隠されるだろうからね。誰なんだろう、サキって。あれ、サキ？誰かわかるの？いや、どっかで聞いた名前だなって思ったけど、どこにでもある名前だから当たり前よね。手詰まりとなったことで、私と幼なじみの会議は終了した。最後まで私は不倫とは口にしなかった。心のどこかで夫のことを信じているからだろう。いや、信じたいと思っているからだと思う。はい、今日はニラ玉が入ってるわ。ああ、ありがとう。これも好きなんだよな。私はいつものように夫に朝5時から作ったお弁当を渡し、夫はそのお弁当を笑顔で受け取る。しかし私の笑顔が取り繕ったものであることはいつものと違う。またいつもは夫を見送った後、自分も仕事に行く準備を始めるのだが、今日は仕事が休みなので、慌てて出かける準備をしなくてもいい。そのため私は夫が家を出ると2階に上がり、窓から夫が駅に向かって歩いていく姿をぼんやり眺めていた。窓の外を見ると、ちょうど幼なじみの家の前を通るところだ。庭には散歩のために夫の通り過ぎ待ちをさせられている犬がくるくると同じ場所を歩いている。不思議な動きをしているなぁと思って見ていると、犬が夫に気がついて駆け寄った。犬嫌いを克服して犬と仲良くなったのかと思って、私はその様子を見守る。すると、駆け寄ってきた犬にビビって夫はへっぴり腰になった。情けない夫の姿にまるでコメディ系の無声映画を見ているかのように感じて、私は思わず笑ってしまう。しかし、次の瞬間には笑っていられない状況となる。夫は私から受け取ったばかりのお弁当の蓋を開けると、庭の柵の隙間から弁当箱を振るようにして中身を投げ入れた。二振りくらいで中身がなくなったのか、夫は何事もなかったかのように駅に向かい始める。手慣れているようで、時間にしてわずか3秒くらいの出来事だった。ちょっと。私は夫の行動を見て絶句してしまった。しかし、すぐに固まっている場合ではないことに気がつき、慌てて幼なじみに電話をかける。朝早くにどうしたの？ゴンちゃんを止めて、庭の端のとこ。今日のお弁当にはニラ玉が入っている。ニラは犬が食べると中毒症状を引き起こす危険性がある食材だ。私の尋常ではない慌てように、幼なじみはスマホを耳に当てたまま庭に飛び出してきた。犬が何か食べているのを見つけると、犬の口を開かせ、
舌を指でかくようにして口の中のものを出させている。窓から幼なじみが犬のもとに駆けつけたことを確認して、私は幼なじみのところへと向かう。犬はその後病院に連れて行かれ無事だった。病院から戻った幼なじみは私の家に来ているが、いつもの明るさはない。本当の話なの？たかしがゴンに弁当やってたって。はっきり見えたから間違いないわ。ごめんなさい。明美が謝ることじゃないでしょ。それにしても、ゴンに人のご飯をあげてたのがたかしのやつだったのか。もしかしてこれもサキってやつに関係してるのか？ご飯、サキ。あ！何かわかったの？私は、ある人物が、サキという名前を口にしていたことを思い出した。まだ憶測の域を出ないが、もし私たちの考えが当たっているなら、絶対に夫もサキという人物も許すことはできない。私と幼なじみはこの二人を追い詰めることにした。夫が私の作ったお弁当を犬にあげていることが発覚した翌日。はい、お弁当。中身は開けてからのお楽しみよ。何か自信作か？ありがとう。楽しみにしてるよ。私はいつものように笑顔で早朝から作ったお弁当を夫に渡す。夫も笑顔で私からお弁当を受け取る。しかし、夫が家を出ると、私がすかさず幼なじみに連絡するのはいつもと違う。私はひとまず2階の窓から夫の行動を観察する。手慣れた手つきでお弁当の蓋を開け、駆け寄ってきた犬にへっぴり腰になりながら、お弁当の中身も見ずに庭に投げ入れる。違和感があったようで、夫は犬を怖がりながら自分が何を投げたのか確認しているようだ。その姿にまた私は遠くから笑ってしまった。私が夫のお弁当に入れたのはウェットタイプのドッグフードなので、犬が食べても問題はない。夫は自分のお弁当からドッグフードが出てきて、さぞ驚いたことだろう。また、ドッグフードを不思議そうに見つめる夫に、道の角に身を潜めていた幼なじみがゆっくりと近づく。上から見ると丸分かりなのだが、幼なじみに気がつかずにドッグフードを見つめ続ける夫の姿は何とも滑稽である。幼なじみが夫に話しかけると、夫は分かりやすく飛び上がって驚いた。まだまだ夫の面白い姿を見ていたいところだが、幼なじみが夫に話しかけたので、私も小走りで二人の元へと向かう。あんたがゴンに人間の食べ物をやってたのね。犬にとって危ない食べ物があるってことを知らないとは言わせないわよ。ああ、そうなのか。いや、知らなかったよ。ゴンと仲良くなって苦手な犬を克服しようと思ってな。私が現場に到着すると、夫が苦しい言い訳をしているところだった。ああ、明美、来てくれたか。優香に言ってくれよ。勝手に餌をやってたのは悪いと思うけど、めちゃめちゃに怒ってくるんだよ。そりゃ、犬にとって毒だって分かってあげてたんだから怒るのも当然でしょ？お前まで何言い出すんだよ。あんたが不倫相手から犬にとってどんな食べ物が毒になるのか確認してたでしょ？私たち知ってるんだからね。あんたが不倫してることも、その相手に毎月お金を渡してることも。はあ？なんだそれ。話が飛躍しすぎだろ。私、前に聞いたのよ。サキって人にお金に関する電話してたの。通帳を調べたら毎月10万円ずつ引き出されてたわ。あんたがそのサキに渡してたんでしょ？電話ね。あと通帳。サキってのは友達で、お金は確かに渡したけど、それは5000円を貸しただけだ。それに10万？それはあれだ。最近は物価が高騰してるからな。お前が想像してるよりも生活費がかかってるんだよ。夫は時々言葉に詰まりながらも、それっぽい言い訳をする。犬にお弁当をあげていたことから、一気に話を不倫に飛躍させたので、
夫は私たちが決定的な証拠をつかんでいないと踏んだのだろう。しかしそれは甘い考えである。じゃあ、これを見ても同じことが言えるかしら？私はスマホを取り出して、ある動画を夫に見せる。私は、たかしさんと不倫しています。いえ、不倫ではなく、たかしさんが結婚する前からの関係です。夫は動画を見て絶句し、目の前にいるのに、無声映画の役者みたいになっている。動画はまだまだ続きがあり、サキという人物からは次々と衝撃的な証言が飛び出し続ける。どう？これを見ても白を切るつもり？どうしてサキが？不倫相手の裏切りに、夫はその場にどさっと腰を下ろしてしまった。勢いよく仕事用のカバンが地面に叩きつけられた音に驚いた犬が吠え始めたので、幼なじみは柵越しに犬をなだめる。幼なじみは忙しいようなので、このまま私が夫に説明を続ける。それね、昨日優香と一緒に撮ってきたのよ。どうしてさっきのことがわかったんだ？私たちが初めて会った集まりの時、友達があんたの元恋人と会ったことがあるって言ってたわよね。その名前がサキって言ってたのを思い出したの。それで友達に電話して、サキさんのことを聞いたのよ。1年か2年前に一緒に遊んで、2人が同棲している家にも行ったらしいわね。だから住所がわかったのよ。昨日、私たちは、夫がお弁当を犬にあげるところを取り押さえるのは簡単だと思った。しかし、もし私のお弁当を捨てる理由が、本当は私以外に好きな人がいるから食べたくないなどの不倫に関するものであれば、お弁当の件で夫を捕まえてしまった場合、不倫に気がつかれているかもしれないと思われ、尻尾を隠される可能性がある。そうなると不倫の件に関しては逃げ切られ、お金も取られ続ける可能性もある。憶測であり考えすぎかもしれないが、とりあえずお弁当と不倫は同時に追求することがベストであることに間違いはない。そのため私たちはすぐに行動を起こし、集まりにいた友達に連絡して、事情を話して、不倫相手と夫が同棲していたアパートの住所を教えてもらったのだ。また集まりの時に夫が言っていた通り、その住所はそれほど遠くなかったので、私と幼なじみはとりあえず不倫相手のところへ行ってみることにした。ここが聞いた住所のアパートみたい。そこそこに年季が入ったところね。ねえ、赤ちゃんの泣き声が聞こえない？本当だ。このアパートから他の住民から苦情はないのかしら？私たちはささやかな疑問を感じつつ、これからどうするか相談した。どうする？証拠は何もないけど突撃する？もちろん、そうしないと、また明日もたかしがゴンにお弁当あげちゃうでしょ？それはゴンを庭に出さなければいいだけだけど、でも先延ばしにして、いいことは何もなさそうね。よし、はったりなら任せて。こういう時は口下手な私は引き下がり、口が達者な幼なじみに任せた方がいいだろう。もし不倫の証拠がないことがバレた時は、ひとまず不倫の追及は諦めて、お弁当の件だけ先に処理すればいい。私たちが不倫相手の部屋の前に立つと、中から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。どうやら赤ちゃんは不倫相手の部屋にいるらしい。気合は入れてきたものの、少し不安になった私は、指に力を入れてインターホンを鳴らす。はい、どちらさんですか？大切なお話があるのでドアを開けてもらえますか？少し威圧的な幼なじみの口調に、不倫相手は困惑気味で対応に迷っているようだ。いきなり知らない人が来て、ドアを開けろと言われたのだから無理もないと思う。そんな不倫相手に対して、幼なじみは言葉を続ける。さきさんですよね。たかしの妻のあけみと一緒に来ましたって言ったら開けてくれるかしら？幼なじみの言葉から数秒ほど場に沈黙が流れた後、ガチャッと鍵の開く音が聞こえ、キーッと音を立ててドアが開くと、私たちよりも少し若そうな女性が出てきた。あけみさんですか？
私は知り合いでこっちが明美よ。明美がここに来たってことは説明不要よね。不倫相手は地面を見るように視線を下げ、また沈黙してしまった。それでもお構いなしに、幼なじみは強気な口調で不倫相手を責める。あんたに話をつけに来たの。たかしからお金を受け取ってることもバレてるの。観念して話してしまいなさい。幼なじみの言葉は、まるで私たちが証拠をつかんでいるから、諦めて白状しろと言っているように聞こえる。私にはできない芸当なので本当に頼りになる。幼なじみの迫力に、不倫相手は不倫を認めるか認めないか迷っている様子だ。しかしあと一押しっぽいが、私たちは証拠を持っていないので、幼なじみは勝負を決めきれないようである。そのため最後の一押しは私がすることにした。もし私たちに協力してくれたら、私はあなたには不倫の慰謝料を請求しないと約束します。私の言葉にずっと下を向いていた不倫相手は、やっと顔を上げた。夫からお金をもらったり、年季の入ったアパートに赤ちゃんと暮らしているので、不倫相手はお金に困っていると思い、私は慰謝料を請求しないことを条件に取引することにした。私がこの取引を持ちかけたのは、私たちが怒っている相手は夫だからというのもあるが、この不倫相手を見ていると、どうも様子がおかしいと思ったからだ。わかりました。全部お話しさせてもらいます。不倫相手にとって悪くない条件と思ってもらえたこともあるが、どうやら不倫相手は私に対して罪悪感を持っていたこともあるようだ。さきさんはたかしと不倫関係ということでいいんですよね。私はたかしさんと不倫しています。いえ、不倫ではなくたかしさんが結婚する前からの関係です。どういうこと？泣き声が聞こえてると思いますけど、私には子供がいます。あれはたかしとの子供です。妊娠したのは良かったんですが、私もたかしも収入がなくて頼れる人もいなかったので、経済的に育てられないってなったんです。まさか、それでたかしは誰かと結婚して金づるにしようって考えたわけ？はい、私は反対したんですけど、他に方法がないからって勝手に行動を始めたんです。それでたかしはマッチングアプリを使ったり、知り合いの女性に手当たり次第に連絡したりしたんですが、その金づる探しの場の一つとして地元の集まりに顔を出してきたのか。半年でプロポーズしてきたのも赤ちゃんが生まれるからなるべく早くお金が必要だったのね。私はあの時の集まりでのことを思い出し、頭がずんと重くなったように感じた。集まりで私は夫に初恋相手だったこと、同年代よりはちょっとだけ収入が高めであること、出会いを求めていることを知られた。ごめん、私のせいか。これらの情報を与えたのは幼なじみだったことに本人も気がついたようだ。幼なじみは苦笑いをしている。もちろんお弁当事件と同様に悪いのは夫なので、私は幼なじみを責めるつもりはない。本当にごめんなさい。この半年でたかしが持ってきた60万円は必ず返しますから。不倫相手は首が落ちるのではないかと思うくらいの勢いで頭を下げて謝ってきた。不倫相手も夫と共犯だ。しかし赤ちゃんの泣き声を聞いていると、どうしても責める気にはなれなかった。大丈夫ですよ。責任はたかしの方にきっちり取ってもらいますから。私が声をかけても不倫相手は頭をなかなか上げなかった。きっといろいろと葛藤しながら夫からお金を受け取っていたのだと思う。この昨日の不倫相手との会話はもちろん動画で撮影。今夫に見せているものがまさにそれである。不倫相手から包み隠さずに述べられる事実が音声として流れ続ける。その不倫相手の言葉にどんどん夫が小さくなっていくように見えた。ただ不倫相手の動画は最後こそが爆弾である。あ、そうだ、さきさん、もう一つ聞きたいことがあるんですけど、たかしが優香の家の犬にちょっと前からお弁当をあげ始めたんだけど何か知らない？怒らないで聞いてくださいね。
たかしは明美さんのご飯があまり美味しくないって言ってました。それでなるべく自分で作るために家事を引き受けてるって。でもお弁当は毎日渡されるから、いつも職場でこっそり捨ててたらしいです。ただ食べ物を捨てるのはもったいないって思ってたみたいで、それで最近近所の犬が散歩前に庭に出されるようになったからあげるようにしたって。あの犬苦手だからまずい弁当を食わせれば食べ物は無駄にしなくてもいいし、犬もくたばってくれるから一石二鳥だなって言ってました。不倫相手の言葉に私は体のどこかでピキピキと音がした。幼馴染も同じようだ。しかし不倫相手には怒らないで聞いてほしいと言われたので、私は笑顔で我慢した。ただ今日は我慢する必要はない。動画で再び腹の立ちすぎる言葉を聞き、私たちはまたピキピキと体のどこかで音を鳴らした。私のお弁当、美味しくないから捨ててたのね。苦手だからなんていう理由でゴンを危険な目に遭わせたのね。お前なんか二度と家に帰ってくるな。ゴン、こいつをやっつけていいわよ。幼馴染の合図で犬は夫に向かって吠え始めた。ただ犬は庭にいるので柵越しだ。それでも犬が苦手な夫にとっては敵意むき出しで、今にも庭から飛び出してきそうな勢いの犬に慌ててその場から逃げ出した。私は帰ってくるなと言ったので、もう家にも帰ってこないだろう。犬に吠えられて逃げる夫の姿を見て、私たちは二人で笑った。その後当然ながら私と夫は離婚した。最初は不倫の証拠が何もない状態だったが、不倫相手が証拠となる写真やメッセージなどを渡してくれた。最初は結婚詐欺になるのかと思ったのだが、結婚してしまうとお金目的であっても結婚詐欺にするのはなかなか難しいらしい。そのため元夫の行動は不倫して不倫相手に貢いでいたという結果になった。約束通り不倫の慰謝料を請求するのは元夫だけだ。不倫相手は私と元夫の結婚生活の半年間で受け取った60万円を返すと言ってくれたが、元夫には200万円の請求をしたので、その額に60万円も含んでいることにして、返済はいらないと言っておいた。これからは元夫と一緒に頑張って赤ちゃんを育ててもらいたい。そう思ったのだが、元夫の作戦にもともと乗り気でなかった不倫相手は、私たちとの一見をきっかけに元夫と別れる決意をしたそうだ。そのため元夫は私への慰謝料だけでなく、赤ちゃんの養育費も支払うことになった。派遣で収入が少ない元夫にとっては、これだけでも十分に痛手なのだが、これだけでは終わらない。元夫は犬にとって毒であると知りながら、幼馴染の犬にお弁当を食べさせ、命を危険な状態にした。そのため幼馴染は警察に被害届を提出。元夫は器物破損の罪となり、犯罪者のレッテルもついてきた。犬なのに器物破損なのか？疑問に思ったが法律ではそうなっているらしい。元夫は収入が少ないのに多くの支払いをしなければいけなくなり、私にも不倫相手にも捨てられて一人になり、犯罪者にまでなってしまった。これだけの地獄を見てもらったので、私も幼馴染も満足している。私の方は結婚を焦ったことを反省。次の出会いは自分から探すのではなく、運命に任せるとして、私はまた仕事一本の生活に戻ることにした。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我由里です。今回のお話は、ワンちゃんが出てくるんですけど、夫も最低だったんですけど、自分もね、私も犬を飼ってたことがあるので、とりあえず、犬に危害が及ばなくてよかったなって思いながらやってました。皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。